おお、こうなるんだ。お、ピアノが置いてある。こういうラウンドしてる形状っていうか、すごく綺麗ですよね。必ずね、はい、作った人の名前が書いてあるんですよ。目ね、目が違うでしょ、この人とこの人とね。グッズはお父さんが発注して作ってるんですよ。オリジナルグッズなんですね。どうも尾崎幸喜です。本日ご紹介するカメラはオリンパス E300 フォーサーズ規格並びにオリンパス史上2代目となるデジタル一眼レフカメラです。いやー、見ていても飽きのこないなんとも独創的なデザイン、何にも似てない、そして誰にも真似さえされてない、そんなカメラそう多くはございません。巷ではフォーサーズ型コダック製 CCD センサーが生み出す深い深いブルーの色にその心をわしづかみにされたっていう方多いのではないでしょうか。残念ながら今回青空には多く恵まれませんでしたが、そのコクのある発色、オリンパスらしいワンボタンワン機能の操作性、さらには癖のある ESP 暴れん坊速攻に至るまでなかなかに楽しませてもらったよ。これはこれで特徴的なシャッター音。それではバッテリーグリップ外してみましょう。真四角カメラから長方形へと大変身。どうも尾崎幸喜です。もう一度改めたくなるような変わりようです。それにしてもよく E300 にバッテリーグリップ出しましたよね。いや、どっちもかっこいいんだなこれが。まあとりあえずはこの後身軽なフォームで参ります。ってことで電源スイッチオン。ちなみにダストリダクション付き。はい、小さく可愛いハイパークリスタルな液晶。それではさらっとメニューを見た後に特徴的な部分をピックアップ。そうそう、ホワイトバランスがよく転ぶ気がしたので固定にしながら使いました。メニュー構成は実にオリンパスさんらしくシンプルながらの多機能さ。2005年製でありながら結構充実してるんですよね。カラーモードはモノトーン以外はパラメーターでいじるようになります。シャープネスはマックス下げで使いました。そして古い機種ほど積んでてくれてありがとうなピクセルマッピングも搭載。いやほんとあざっす。ちなみにファームウェアのバージョンはボディ 1.5 が最新です。ちょっと迷うかもしれませんから概要欄に貼っておきますね。さて E300 感度周りにちょっとばかり癖があります。感度拡張オフで400まで、オンにしたら1600までです。とここまではいいんですが、問題はオートです。いいですか、80分の1です。今オートにしてます。今手でレンズを塞いでいます。 1.3 分の1。じゃあ感度をちょっと変えてみましょうか。はい、ISO100 が 1.3 分の1なんです。オートなのになぜか感度が上がらない。その理由がこちら。いや久しぶりに説明書読んじゃいました。いいですか。 ISO 感度がオートに設定されている時、通常は ISO100 ですが被写体が遠くフラッシュ光が届かない場合自動的に感度が上がります。つまり
フラッシュ使わないときは感度オートにはできません。じゃあ試しにフラッシュカモン。はい、どうですか？はい、左上400に自動感度アップしてくれてますね。いやもう撮影中ね、おかしいなこれ壊れてるんじゃないかななんて思っちゃいましたけれども、まあもう分かればこっちのもんです。はい、それではファインダーをチェック。分かってはいましたが、このタイプです。AF は遅くはないんですが、決して速くもなく、マニュアルフォーカスに関しても慣れの域としか言いようがございません。ちなみに割と暖色系のファインダーです。さて次に、あれオリンパスさんこういう時期あったんだっていうところを一つ。拡大そのものは10倍まで可能ですからピントチェックも容易です。ところが戻るとき、一瞬で戻っちゃうんですよね。もう一度ちょっと拡大して OK ボタンを押しても左右への画像送りですし、ちょっと戻りたいけど戻りすぎちゃったっていうのが起きます。これはもしかしたら僕の中で一番慣れるまで時間がかかった機能かもしれません。やはり親指にも癖が宿っているのです。さてそしてこれはね、嬉しいポイント。いつも気に入って使っている本革のストラップ、これをそのまま取り付け金具に装着可能です。これ意外とこの形状の金具だとできないこと多いんですけれども、ほら余裕すらございます。ただまあできれば三角感つけたかったですけどね。はい、この並びでもう一つ、こういったダイヤル類、音聞こえますか？すごくね、しっかりとした節度あるクリック感です。プラスチック製ですし高級感があるとまでは言いませんが、チープなガタつきもなく作りの良さを感じます。一応はエントリー機の扱いだったかもしれませんが、さすがです。そうです、ここだけちょっとねっていうところ、このストロボのボタンが飛び出てて、持って歩いてる時にね、体に当たってピヨンって出てきちゃうんですよね。しかもこれミラーレスのペンシリーズ、例えば EP5 とかでも同じことやってませんでしたっけ？そうそう、バウンスはしません。これバウンスできたらよかったんですけどね。はい、それでは最後に今回使ったレンズたち。まずは優秀なキットレンズ14から42って言っても、この当時のキットレンズは45までのでかいやつでした。さあ来ました、この組み合わせかなりいい 25mmF2.8、 そして手ブレ補正のない E300 にももってこいライカ D バリオエルマー。さらに最後はライカ D25mmF1.4 のズミルックス。残念ながら絞りリングは使えません。いや、何かの間違いでもいいから使えたらよかったんですけどね。とまあ結構な種類今回使いました。この E300 のグリップっていうのが結構がっちりつかめて好印象。割と重いレンズでもこれなら大丈夫だなっていう風に思いました。そして実はとても大事な親指部分もバッチリな作り込み。なかなかいいね E300。もちろんこういう軽やかな組み合わせもグッド。いやほんと特徴的ですよね。メディアは CF カードでも、こちらを見せたいのではなく、僕はこの蓋側の方に着目します。いや映像で伝わるといいんですが、プラプラせずに節度のあるトルクを感じるんですよね。いや細かいところちゃんと作ってますよね。ちなみにバッテリーは当初 BLM1 を使っておりましたが、 E3 や E5 と同じ BLM5 も使うことが可能です。ですがそれぞれね、充電器には注意が必要とのことなので、概要欄に URL 貼っておきます。ということでいかがでしたでしょうか。正直なところ楽しい特徴が多すぎてとてもじゃありませんが、この時間だけじゃ紹介しきれません。でもそんなカメラ使ってみたくなりませんか？細部を見るとコストかけたなぁと思える部分がちらほら。例えばこうしたロゴマークもプリントじゃなくてしっかりインクが流し込まれてます。ボディそのものもよく見るとかなりワイルドのザラザラ加工。正直かっこいいですよね。この選択肢結構ありじゃございませんか？いやなんとも眺めちゃうデザインです。フラットでコダックな鉄仮面、オリンパス E300 2005年製です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして皆さんのカメラが好き、写真が好きっていう思いコメントからしっかり伝わっております。さらにはアドバイス、そして応援しっかりと届いております。本当にありがとうございます。それではまた次の動画で。